中村美智子さん、当時14歳。8月8日、疎開先の熊野町から徒歩で広島市内に入り、入試被爆しました。体調を崩して学校を休んでいた中村さんは、8月6日の直接の被爆を免れました。しかし、市内の雑魚場町で建物疎開作業に動員されていた同級生の多くが犠牲になりました。祖母の家から眺めた巨大なキノコ雲の姿。2日後、広島市内に入った中村さんが見たのは、実際に目にしたものにしかわからないだろうというほどの凄惨な光景でした。それでも自分の体験をせめて次の世代に伝えておきたい。中村さんはそんな思いで語ってくれたのです。ずっと宝町に住んでおりましてね、母と2人です。母は県庁、昔の県庁は加古町になりましてね、分散して今の原爆ドームの2階だったんで、県庁の警察部の保健課いうところに母は勤めておりました。学校の指令ですからね。そしたらね、一番初めにね、被服書行かされたんです。そしたら私らの担当は今のレンガがあるでしょ、あそこの館で中へ入って、そしてそこで今度2人が1組で向かい合って真っ白い厚い布を渡されるんです。そしてお宅と私とで引っ張るんです、それを。そしたらそこに縫い目があるんです。その縫い目を1、2の3って用意どん言うたか覚えておりませんが「はい」言うて破っていくんです、縫い目を。大変でしたよ。1枚だけじゃないんだから、1枚済んだら。そして大きな声では話ができんの。お弁当食べるごらん小さい声で「この霧は何に使っとったんかね、もったいないね、なんかね落下傘かねなんかねいうのは分からんのですけど、分からんずくでこうして破って、そして今度置いて次がまた来るで、そういう仕事を私らは与えられとったです。4月から熊野から広島へ通学した手術なんです。それは朝5時に起きて矢野峠を越えて矢野駅まで行って、矢野駅から汽車に乗りまして、広島駅から電鉄の市電へ乗って千田町まで電車へ乗って、そして今度降りて学校まで行きよったんです。これはね、くしくも取っとったんです。学校の身分証明、昔のこれがないと汽車へも電車へも乗れないんです。こういうのがね。そしてこれが広島駅から矢野までの定期券です。そしてこれは広島電鉄の電車の広島駅から千田町の定期券です。それでこれをもらわんと電車へも乗れなかったんです。体調を崩しましてね、栄養失調と脚気で8月6日には家に熊野の家におりまして、でそこで8月6日の8時15分ですか、ピカドンがでうちの庭から
ちょうど家から西に向かって広島です。木の小黒がもくもくもくっと上がってなんだろうか言うんでびっくりしたんですがね、音は聞こえなかったと思うんですよ。母もやっぱりね体調も崩しちゃったけどバスが出ない家におったんです。それで今度原爆が落ちてもやっぱり行かないといけないでしょ。私は学校へだけども市内は絶対に入ってくれないいうあれが情報があったんですよ。でもバスも出ないし汽車も出なかったんですね。で6、7は入れなかったんです。だからこれでは大変じゃあもう学校へも行かにゃいけんし思って8日の朝から市内へ入っていったんですね。だから家から広島までずっと歩きましたよ。それから朝5時に家を出て広島へは8時頃8時過ぎですかね、もう明るくなっておばあさんと母と3人でそして市内に親戚があるからそれも探さないといけませんでしょう。だけども途中でね広島の方から帰ってくる人と広島の方へ向いていく人でたくさん出会いましたよ。だけど誰も声を掛け合ういうことはなかったですね。黙々と歩いておりましたよ。だけど焼きただれたいう人は見なかったですね。その折には皆元気な人が歩いておりました。出会っていましたよ。市内へ入って第一印象がもう何と言っていいですかね、広島市内全体が見えまして、で西の方は宇品の方濃い横側全部見渡されました。じゃあ今みたいにビルがないのであっちこっちにビルがあるぐらいでもうこれにはねびっくりしてね立ちすくんで、そして今度少し歩いたら目の前に建物にお母さんが髪を振り乱して真っ黒焦げになって赤ちゃんを抱いてこういう感じだったですけどね、寄りかかって亡くなられておりました。そしてあとは全然その近所には死体も何にもない。それで私はそこでね泣きましたよ。手を合わして。でなんでこの親子をここへ置いてあったんかいうことはねおられたんかはわからないですけど、それをね本当その時の状況はもうあれでまぶたから消えませんよ。それから今度道言うても道がねそうないから電車道を伝ってずっと福山まで行ったんですよ。福山のとこまで八丁堀の。そしたら右側には旧館があったんです。そして今の福山は新館ですからね。そして旧館はぺちゃんこだったんです。もうそしてそのね旧館の方へうちの隣の息子さんが私より2級上ですが消防署へね消防署が入ってたんです。おられたんですがもう探そうにも探されませんでしたね。もうぺっちゃんこで。それで
新館の方へ入って行った途端にもう本当何と言うていいかね、寝ておられる人もあるし座っておられる人もある。それこそ手の皮がむげたり顔から血が出たり皮がむげたりしていっぱいだったですよ1階は。そして入った途端に「お水をちょうだい」いう声があっちこっちから聞こえてきたんですけど、広島へ来る前に情報で絶対にお水はくれ言うても与えてはいけないよいう情報があったんです。ごめんなさいね、今ここにお水がないからね、また持ってきてあげますからねってね、そこを去るより他しかなかったんですよ。もうね、お水をちょうだいお水をちょうだい。でも声も出ないしもね、寝たきりで着るものもボロボロの人もあるし着取られる。まあその時の光景はもう出会わして見た人でないと私は分からないと思います。はい、それから今度ずっと伝って今度千田町の方へ神谷町から千田町へ行く途中で国体寺の方電車が1台止まっておりまして、中は黒焦げで中も外も、その横へ馬が真っ黒焦げで一頭横止まっておりましたよ。もうねだけどあとは人影もその死んだ人影も何にもないんです。そこは馬だけの黒焦げを見ましてね。で今度私らが疎開の後片付けをに行っとったその雑魚場町ですよね。ほとんどの2年生1、2年は雑魚場町で疎開の後片付けをして全滅になったんですからね。だけどそこもきれいになってもう探す人はたくさんおられましたけどね。だけど途中で私はねつらかったのは学校の制服が草色のね染めて草色だったんです、夏の制服が。だからね、山中の生徒でいうことはすぐ分かるんです、父兄には。そしたらね、多分お母さんだと思うんですがすぐ駆け寄ってきて「うちの子を知りません？あなたは山中のね生徒さんでしょ」いう声がねずっと歩くうちにね何人かに電話したんですがわからないですよね。それから制服目当てに探しに親御さんとか親戚は来られたんです。で今度は学校までたどり着いたら学校の防空壕なくまではよう行きませんでしたけど学びや校舎も寄宿舎もぺっちゃんこになってもう何にもなくなっておりました。ただ標識にね連絡先が書いてあってでその連絡先は牛田の早稲田区の土井先生いうてね自宅が焼けておらなかったんです。そこがね私たちのね連絡先だったんですよ。でその連絡先へ来るようにということだったんです。それで原爆ドームにも母のね勤め先があったのでそこへ行こうと思って
土橋の方へ回ったんです。今の土橋でそのままのその土橋は見た途端にここの端から向こうの端まで死体がずらーっと全部並べてありました。はい、それを一人一人みんなこうして探されるんですよ。で私らもね探しました。そしてあとねそれは陸軍の兵隊さんが川に落ちたのを引き上げられてずっと並べられたんと思います。で履物も履いておられん、着物も着てはおられん、破れた状態でもう何とも言えませんでしたね、その光景は。だからもうひょっと川を見ると2、3人ぐらいやっぱりまだ浮いとられる人がありましたよ。はい。それがもう慢性になってね、その死体を見ても何とももう思わなくなったんです。そしたらもう夕方になって、そして広島を6時過ぎかねもうぐらいから帰らねえけんでしょ。で練兵場を通って若草町の方練兵場だったんですね。あそこはずっと通って帰ったら薄暗くなったらあっちこっちからリンがポッポと燃えるんですよ。だけど寂しいとも何ともないですよね。やっぱり人も生き返しております。それからずっと歩いて矢の田を越えた途端にふわーっとね魚の匂いがすったんです。魚の焼く匂いが。誰も魚を焼いちゃいませんよ。そしたら熊野は空気がいいでしょ。その市内の死体とかそういう怪我をした人が入ると匂いでしょうね。それが体に身が染みついて不思議なかったですね。魚の焼く匂いは。で帰ってすぐ着替えてですぐ洗濯してでまた来る日にはまた学校へも行かにゃいけないしその連絡先生のとこへも行かないしで毎日のようにね15日まで広島市内を行きましたね。はい。そのたんびに矢の峠まで帰るとその魚の焼く匂い。だから何年ぐらいですかね私魚を食べなかったです。食べられないんです。うちの母もおばあさんも。本当にね焼き魚の匂いです。で私は初から8月もう15日からは体調が悪くてダメだったんですよ。だけどうちの母とおばあさんはなんかは親戚がねどこかに生きとらしねかと探してそれで府中の方へも行きました。そんなしないとそんな匂いがまた母には染みついてでやっぱり矢の田まで帰るとその匂いが鼻について耐えられなかったよって言いましたね。はい。そして今度熊野の病院には広島から怪我をして
焼きただいた人がもうねいっぱいでしたね。お医者さんの家は治療するのに。で治療して23日病院来られたから思ったらもう次から次へ亡くなって姿が見えないような状態でした。本当生きとるのがね申し訳ないような気がしましたよ。原爆に雑魚場で会った子がおったんです、同級生で。頭が丸坊主になってこられたですからね。私らも抜けましたからね。それで紫の斑点がずっと出おりましたからね。これぐらいの斑点ですよ。紫のこうして出てくるんです。それからいつわしそれがなんで出てくるかは先生もわからない言うて、お医者さんも死にあざじゃ言うて年寄りの人が言われて、それあんた死にあざじゃけなごないよ。死にあざいうのはこんな黒い色なんですよね。だけど斑点が出るのはね、それ出る人も出ん人もあったと思うんです。私はそれがねずっと体のあっちこっち、背中は分かりません自分で。ここらはみんな分かりましたね。だからもう母もやっぱり体調崩しましてね、それからようね市内も県庁へもよう出なかったんです。でこれは給料は毎月ね家へ持ってきてくださりました。だけどもったいないから出勤しないで給料もらうのは言って、で12月いっぱいで母は退職しました、県庁を。はい、それからはねずっと原爆症で入退院をして、で昭和49年の10月の7日に市民病院で亡くなりましてね。そして市民病院の先生がぜひ研究のために解剖させてくれ言われて解剖したんです、母は。はい、もう病院からのねたっての申し出だったから、その研究のためならね原爆のどうぞ研究してみてください言うて、はい。核廃絶とか呼びかけられてもある一部と思いますよ。浸透していないと思います。その呼びかける人自体がそういう体験をしておられんので、だからそれをいかにして今から先へ言い伝えていかなければいけないかいうことが私は大きな問題と思いますよ。